こんにちは、夏です。30代に入ってから洋服がなんだか似合わなくなった気がしたり、化粧品も合わなくなる瞬間が増えた気がしています。そんなお洋服の悩みが出やすい年頃なんですが、今日はファッションにちなんだとある絵本を購入したので、ちらっとご紹介したいと思います。こちらの作家さん、ご存知の方も多いかもしれませんが、前回の動画に続いて何か欲しいなと思っていた作家さんの絵本を購入しました。まず本の色、この真っ赤な表紙と内側のチェック、そして今日は何着るというテーマが年齢を問わず乙女心をくすぐるような一冊だなと思いました。私は昔からバッグが好きで、ここ数年は購買意欲も落ち着いてきたんですが、以前集めていたミナペルホネンのバッグを見ながら、今日はどれにしようかなと考える時間が今でも大好きです。この絵本にはいろんな動物も登場するんですが、どのページも細かなところまで楽しめるデザインがたくさん詰まっていて、まるでウィンドウショッピングをしているようなワクワクした気持ちにさせてくれる絵本です。お洋服が好きな方にはとてもおすすめの一冊だと思います。さて、絵本を読んでいて子供の頃に好きだったものを刺繍してみたいなと思いました。子供の頃、理由はわからないんですが、なぜかバッグが大好きで、いつもたくさん持っては母や父に見せていたのを覚えています。その中でも特に記憶に残っているバッグを今回は少し刺繍してみたいと思います。お洋服やメイクって今までは自分なりのこれが正解というものが分かっていた気がするんですが、気がついたらなんか違うなぁと思う瞬間が増えてきた気がします。つい最近もファンデーションがなくなりそうだったので、いろいろ調べて買ってみたんですが、なんか違うな、なんだかうまくいかない、そんなことが続いてしまって、いつもなら一つのファンデーションを使い切るまで使うんですが、今回はいくつか購入することになってしまいました。化粧品の続きの話は動画の最後でお話ししようと思っているので、気になる方は後でゆっくり聞いてみてください。ファッションの話に戻るんですが、20代の頃、サマンサモスモスというブランドでアパレルスタッフをしていた時期がありました。その頃は他のスタッフの着こなしやお客様の着こなしを見ながら、洋服の組み合わせに困ることはあまりなかった気がします。それに頭の中でイメージして、これ好きだなと思ったら着る、そんな風に洋服を楽しめていた気もします。いつも動画で着ている洋服は
普段着だったりものづくりの作業用の服だったりするんですが、最近一番困る瞬間があります。それがいざおしゃれをして出かけようと思った時、その時何を着たらいいのか、自分の中の正解が何なのかわからなくなることが増えました。体型の変化もあると思うんですが、好きなものを選ぶというより無難なものを選びがちだったことも、自分の中の正解がわからなくなった原因の一つなのかもしれません。今回絵本を読んでいて、こんな風に自由に洋服を選んだのっていつが最後だったかなと考えるきっかけになりました。着たい洋服をもう少し自由に楽しめるように運動する時間を作ったり、体を気遣う食事を取り入れたり、少しずつ意識してみようかなと改めて思いました。さて、今回刺繍しているのは亀の形をした巾着と牛のリュック、
そして中身が見えるタイプの赤いポシェットです。亀の形をした巾着には十二支の干支のお手玉が入っていて、子供の頃私にはバッグのような存在でした。そして牛のリュック、ちょっと怖い顔になってしまったんですが、このリュックは子供の頃一番のお気に入りで、たくさんのバッグを一度に持つときは必ず一番最初に背負うという自分の中のルールがあったのも覚えています。本当に大好きなリュックでした。今日はお花の刺繍ではなく、記憶に残っている思い出のバッグを刺繍してみたのですが、いかがでしたか？ゆるっとした刺繍でしたが、いいなと思っていただけたら高評価もお願いいたします。ここからは化粧品の話をしたいと思います。まずはじめに私の肌タイプですが、乾燥肌だと思っています。これまではそこまで乾燥が気になっていなかったのですが、今年に入ってからかなり乾燥を感じていて、化粧崩れが気になるようになりました。そして年齢肌による小さなシミがさらに増えて、くすみも増した気がしています。化粧品は基本的に使い切るまで新しいものは買わないようにしているので、いつも手持ちの種類は少ないんですが、今回エクセルのファンデがなくなりそうだったので、新しいものを新調したいなといろんな情報を見て、化粧持ちよしの乾燥さん向けというチャコットのモイスト下地を購入しました。そこに合わせるように乾燥さんから出ているクッションファンデも購入してみました。この2つの相性が悪かったのか、塗った直後からよれや毛穴落ちが気になってしまいました。出費も重なってしまうので、次こそは失敗したくないと思い、改めて調べてみましたら、ファミマで買えるメディアのクリームファンデが500円くらいで買えるとのことだったので、試しに買ってみることにしました。それでもなんかうまくいかず、よれてしまったりまばらな感じになってしまったので、もう一度調べ直して最終的には豆乳イソフラボンシリーズの下地を買ってみました。これがみずみずしくて伸びも良くて、少しマシになった気がしています。そしてこれを買うと同時に化粧前に使うパックを買ってみることにもしました。今年は少雨で乾燥してるからなのかもしれないですが、いつも以上に化粧のりが安定していません。でも化粧前のパックとイソフラボンの下地でなんとか少しは良くなった気がしています。こんな風にメイクも洋服も自信を持って、これが私の正解とは言えないこの頃ですが、自分自身の正解が見つかるように今後も楽しく悩んでいこうかなと思っています。今回はたくさん喋る動画になっていたと思いますが、最後の方までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後のじゃんけんです。最初はグー、じゃんけんぽん。今週もちょこっといいことありますように。